はい、どうもこんばんは。明日へ向かって何でも作るホリラボです。ということで、今日もですね、フリーキャドの情報を発信していきます。今日はですね、YouTube でいただいたコメントの回答をしていきます。何かっていうと、スタンプですね。これにキャラクターを入れたいと。どうすればいいですかと。はい、マクロの力で一瞬でできます。はい、ということで前半はですね、フリーキャドを使ってスタンプにキャラクターの絵をですね、入れる方法を紹介していきます。後半ではですね、こちら追加のプログラムになりますので、ダウンロードとインストールの方法を紹介していきます。はい。では早速行きましょう。はい。フリーキャド立ち上げます。まずメニューバーのファイルからですね、新規ドキュメントクリックしまして、新しい作業を開始してください。で、そうしましたら、こちらのプルダウンメニューからですね、クリックファクトリーっていうのをクリックしてください。このクリックファクトリーが新しい追加のプログラムになりますので、動画の後半にてダウンロードとインストールの方法を紹介していきます。はい。今ちょっと読み込み中ですね。はい。来ました。で、中開けると、いろいろアイコンがありまして、その中のですね、これですね、スタンプの形をしたやつがあるんですね。これをクリックします。はい。そうすると、まずは印鑑の形状を選びます。丸か角印か、丸スタンプか、角スタンプか、小判型か、八角か六角かということで、いろいろ選べるんですね。角スタンプ行きましょう。で、OK しますと。はい。で、一辺の幅どうしますかということで、50にしましょうか。はい。で、文字を入力するで一旦やってみましょう。画像は後でやりますね。はい。じゃあ、ここに自分の名前を打ち込みますと。で、OK します。はい。で、文字を彫り込むか浮かせるか選ぶことができます。一旦彫り込む方でやります。で、溝の深さも選ぶことができますと。はい。そうすると、バックグラウンドで自動に生成されまして、こんな形で、出来上がりますと。はい。じゃあ、文字が飛び出るパターンもやっていきましょうか。せっかくなんでね、別の印鑑で。はい。で、印鑑なんで、マックスの大きさ50までしかできないですけど、例えばジェミニ先生とかにプログラム全部ぶち込んで、大きくしてって言えば多分大きくなりますんで、適宜ですね。ちょっと調整してみてください。で、文字を入力するで、昼ご飯。ひらがなも OK。はい。浮かせるパターンにします。そうすると、こんな感じで、浮かび上がらせることもできます。はい。面白いですよね。はい。じゃあ次は本題ですね。画像をつけていきます。また印鑑のボタンをクリックします。はい。じゃあ丸スタンプにします。OK します。で、直径が、じゃあ50にしますと。で、文字じゃなくて画像ファイルをクリック。で、OK。そうすると、画像を選べるんですね。適当なやつ選んでください。画像のファイルは拡張子ですね。PNG か JPEG か、まあ、どちらかでよろしくお願いします。で、ここに出てる画像のように、背景は白かまたは黒がいいです。はい。で、これを彫り込む形にしましょうか。で、彫り込みの深さじゃあ5ミリ。そうすると一瞬で計算されて、アイコンがこのスタンプの中に収まるように入るんですね。めちゃくちゃすごいですよね。で、逆にこれを飛び出させることもできます。はい。一辺の幅50ミリ。で、画像選択。はい。で、画像選択します。で、僕にします。そこから浮かせます。はい。そうするとこんな感じで出てきたりもします。めちゃくちゃすごいですよね。で、ただここで一つもっとやりたいなっていうのが出てくると思うんですよ。例えば、このキャラクターの目だけくり抜くとか、口だけくり抜くとか。はい。それがですね、結構プログラムを組むのしんどくてですね、別の方法で紹介します。少々お待ちください。はい。一旦ちょっと全部消しますね。はい。で、印鑑の隣を見ると SVG っていうファイルがあるんですね。ここをクリックしましょう。はい。で、画像選択で画像選択します。はい。で、大きさは、印鑑の最大大きさは50にしましょうか。はい。50ミリ。
半角で数字は入力しましょう。はい。で、厚みですね。厚みも選ぶことができるんで、数値を変更しましょう。あとの色の分割はだいたい5色がいいかな。はい。で、これをセグメント化実行します。はい。そうすると、セグメントできるんですね。ここに。ほら。はい。今どうなってるかっていうと、まず、画像が挿入されました。どこにっていう話なんですけど、ちょっと座標出しましょうか。はい。この原点に沿って、まず画像が挿入されました。で、その次、ちょっと裏っ側だけど、はい。こんな感じで。SVG 化されたソリッドも出てくるんですね。はい。で、例えばまず背景の部分をクリックして、半角スペースまたはデリートキーで消しますと。はい。で、いらないところを消していけば、こんな感じでキャラクターになるんですけど、結局また前と同じになっちゃうじゃないですか。ということで方法なんですけど、トレースするんですね。はい。プルダウンメニューのドラフトに行きまして、これですね、B スプライン。クリック。で、例えばこの目のところをですね、こんな感じでトレースしましょう。はい。で、一旦エスケープキー。で、画面をクリック、絵をクリック、スペースキーで非表示。今書けてるかな？こんな感じだね。はい。で、視点と終点が揃ってないんで、つなげます。まずは線をクリックします。続いて、これですね。編集っていうボタンをクリックして、つなぎ合わせます。そうすると面ができるんですね。で、面ができるっていうことは、このパートワークベンチの押し出し機能にて、立体にすることができるんですね。まずカスタム方向チェックで1にしますと。で、押し出す長さ10ミリでいいですね。で、ソリッド作成にチェック入れて、OK を押すと、シェイプを選択して OK を押すと立体になるんですよ。はい。じゃあ、この目をですね、立体にしたら何ができるかっていうと、これかな？はい。まず、SVG のこのソリッドのデータ、全部選択して一体化させましょうか。その場合はですね、まず一つ目のデータをクリック。で、コントロールキーを押しながら残りのデータもクリックすると全部選択になります。で、その状態で、このコンバウンドツールをクリックします。そうするとデータが一つになるんですね。はい。ただ、ちょっと調子悪いか、これだと。ちょっと調子悪かったね。一旦戻りますか。はい。これはいらないね、背景はね。背景は選択してデリート。この4つですね。4つだけくっつけますと。はい。で、その次どうするかっていうと、目をですね、くり抜きます。あれ、いない。立体から平面に戻っちゃってますね。もう一回立体にしましょうか、これ。ちょっとすみませんね。画面チャカチャカ動かしてまして。はい。もう一回目の部分のパーツを押し出します。はい。こんな感じですね。はい。じゃあ、ここまで来たら、まず全体のデータをクリックして、コントロールキーを押しながら目のデータをクリックしますと。そうして、この状態で、切り取りっていうところをクリックします。そうすると、内部でブーリアン演算実行されて、目だけくり抜かれるんですね。はい。じゃあ、これ印鑑にくっつけましょうっていうことができます。やっていきましょう。プルダウンメニューからクリックファクトリーに戻りますと。はい。で、印鑑を押して、各スタンプ、持ち手付き、で、一辺の幅50と。はい。で、どうしようかな。適当な文字入力しましょうか。適当な文字を入力。彫り込む文字がじゃあ、点にしときましょうか。はい。彫り込むにしましょうかね。
で、画像を貼っ付けたいので、今出てきたデータ貼っ付けたいので、もう小さくて OK ですね。はい。出てきました。じゃあですね、今作った画像を貼っ付けていきます。はい。このカットのデータをですね、クリックします。すると、下にプロパティが出てきますんで、このプレイスメントの数字が書いてる数字が書いてある箇所で、左クリックしてください。ちょうどこの右あたり。すると、小さな点々点が出てくるんで、これをクリック。そうすると、配置と呼ばれたプロパティ出てきますんで、ここで、平行移動させて、こんな感じで、真ん中に持ってきます。はい。Z 軸方向も。こんな感じで。めっちゃ簡単ですよね。はい。ちょっと回転させたい場合は、回転させるとか。ね。はい。で、OK をします。はい。そうすると、ハンコになんかキャラクターくっついたような状況になるんですね。はい。ただ今、モデルの中を見るとデータが2つ分かれてるんですよ。これもう強引にまとめちゃいましょう。はい。1つ目のデータをクリックして、コントロールキーを押しながらもう1個のデータもクリック。そうしまして、プルダウンメニューのパートに行きまして、複合化で OK です。はい。コンパウンドツールかな。これをクリック。はい。で、全部一体化されます。はい。この状態でデータを選択して、メニューバーのファイルからエクスポート。拡張子は STL メッシュを選択して保存しますと、3D プリンターの方で印刷ができます。はい。ということで、今回ですね、スタンプにキャラクターをつける話をしました。で、実はもう一個あるんですよ。方法が。プルダウンメニューのですね、クリックファクトリー行きまして、どこかにクッキーの型枠を作る話がありまして、これかなこれですね。クッキー型枠の作成。これクリックしますと。で、画像を選択しますと。で、画像を選びますと。はい。で、型枠の厚みとか、型の大きさとか、全体的な大きさをコントロールします。で、OK。そうすると、型枠ができるんですね。はい。で、この型枠をスタンプの下に彫り込むまたは、母語の状態でくっつけるっていうこともできますんで、面白いかなと思います。はい。そんな感じです。で、動画の最中にですね、一つバグというか、エラー見つかりまして、これは修正しておきますね。印鑑なんですけど、直径50までしか選ぶことできないじゃないですか。もっと大きく選べるようにしておきますね。はい。あとは、高さは150までいけるか。こんだけあればいいよね。はい。はい。ちょっと直径を大きくしときますね。掘り込みの深さは5ミリもあれば十分ですもんね。はい。ということで今回はですね、印鑑とスタンプと、本当に文字をつける話と画像をつける話をしました。はい。今ですね、クリックファクトリーというプロジェクトを立ち上げまして、もうクリック数回で物ができるっていうことをしています。これ何のためにやってるかっていうと、将来ですね、AI が本当にどんどんいろんなものを作っていくと思うんですよ。そのいろんなものを作るためのバックデータです。脳の肥やしって言えばいいのかな。例えばこのいろいろ作ったやつを参照して、同じようにまた作ってねっていうバックデータです。それをやってます。はい。動画の方ですね、後半になりましたんで、このプログラムのインストール方法を紹介していきます。はい。動画の概要欄にですね、URL 貼ってまして、そこをクリックしてください。クリックすると、ホリラボのホームページ、トップページに行きますと。はい。で、いろいろ書いてありますと。はい。で、この中からダウンロードをクリックしてください。はい。そうすると、いろいろとダウンロードできるんですけど、一番上の方ですね、ここですね。フリーキャドワークベンチっていうところです。クリックファクトリープロジェクト。これですね。はい。で、最新版のダウンロードっていうところをクリックしてください。GitHub でもプログラム公開してまして、こちらからダウンロードもできます。はい。で、これダウンロードしたらですね、インストール方法至って簡単でして、たったこれだけですね。まずは最新版をダウンロードしますと。
で、続いて ZIP ファイルがダウンロードされますんで、ダウンロード完了してください。で、これをですね、すべて解凍します。はい。解凍せずに使うと、データ壊れはしないんですけど、うまくいかないんで、まず解凍してあげてください。で、解凍してあげると、フォルダの中にですね、install.bat っていうファイルがあるんですよ。これをダブルクリックしてください。そうするとコマンドプロントが立ち上がります。真っ黒い画面ですけど、不安にならないでください。プログラムを動かしてるだけです。で、このコマンドプロンプトに何かプログラムを書く必要はありません。全部ですね、自動でインストールされます。数秒で終わります。で、終わりましたら、エンターキーを押して終了してください。以上でインストールが完了します。で、完了しましたら、フリーキャド、起動してみましょう。もともとフリーキャド開いてたよっていう方は、一旦フリーキャド閉じてから起動してみましょう。そうすると、こちらのプルダウンメニューに、クリックファクトリーっていうのが出てきます。で、同時に、コンストラクションっていうのも出てくるんで、ご承知おきください。いらないよっていう方はですね、C ドライブの中にデータ入ってますんで、削除してください。何かっていうと、例えば、テトラポットを作ります。とか、あと、土木関係の専門の話にはなるんですけど、切り戸、盛り土の計算無料でできたりとかしますんで、もっと知りたいよっていう方は、メールまたはコメントいただけると幸いです。はい。ということで今、クリックファクトリープロジェクトでいろんなものを作ってます。主に日用雑貨です。指輪とか、星の飾りとか、あとはこういうコップとか、お茶碗とか、S 字フックとか。はい。ということで、何か作りたいものありましたら、コメントの方に送っていただけると、全部マクロにして、動画にて公開したいなと思ってます。はい。というわけで、今回はですね、スタンプの話を紹介しました。ではまた。